よし、じゃあやりましょう。スリッパで授業に参加されてると思うんですけど、はいはい、ここもやっぱりハサップっていう考え方を取り入れた厨房作りやってるんで、そこはもう分けてます。外と中で。うちはうどん屋にしては衛生管理結構しっかりしてる。カツ丼天丼が人気があります。これ味飯の具、味飯です。味ご飯炒めて出来たてのご飯でのっけて混ぜて、これ人参と椎茸。ごめんなさいね。ます。
じゃんとやろ。目とか大丈夫ですか？わさび、鼻とか大丈夫ですか？安心せえ。番組の畳洗い。もう全部前の日に仕込みの下準備しとるでしょうが、いかに遅く店に来ていかに早く帰るかが課題だから。なるべく効率よく。そう24時間しかないけんね。
お名前の由来とかって聞いてもいいですか？脱サラだったから潰れる可能性もあるじゃないですか。店は竹は切っても違うとこからまた出てくるじゃないですか。潰れてももう一回絶対這い上がるぞっていう思いが一つ、節目があるじゃないですか。はい。節目節目ね。そういうけじめのある人生っていうのが私好きなんですよ。もうダラダラじゃなくてきちんとけじめをつけるっていう、そういう生き方が好きだと思うんだから竹やってるのが一緒です。私68だから26歳で始めました。現役バリバリ。まあとりあえずね、挫折しかけたけどまた蘇った。楽しいけどね、この仕事がね。やっぱお客さんのために、この人のために美味しいの作りたいなって思いが伝わった時は嬉しいし、やっぱ美味しかったねって言われるのがやっぱ生きがいみたいな感じでずっと来てる。生きがいというか転職みたいな感じがね、ある意味でね、いい仕事に巡られたなと。
それをと喋らんようにしてしまうやん。これ B かみんなどうしてた？お前風呂場か。お前風呂上がりか。風呂上がらないか。真っ白白いいさ、こんなんじゃダメですよ。昆布とカツオと醤油とみりんだけです。他には何も入れないんですか？入れないです。前は沸騰させよったけど、それをなくしたらその化学調味料を入れなくてよくなった。久留米ラーメンっていうのが全国になったじゃないですか。ラーメンが全国になるレベルならうどんもかなりこの辺はレベルが高いよっていう話ですよ。この地域の名前を作ろうということで筑後うどんっていう名前ができて、筑後うどんという名前を広めようっていう活動が平成16年から始まったわけ。特徴をちょっと改めて聞きたいんですけど、讃岐うどんと比較したら、はいコシがあって、はいお腹いっぱいになる麺なんです。麺でお腹いっぱいになる文化。讃岐うどんはね、はいこの辺の筑後うどんとか福岡のうどんっていうのはこの辺ではお米も美味しいのが取れるじゃないですか、はいお米と一緒に食べる文化なんです。だからおにぎりがあったり、あちらからかしわ飯があってみたり、いなりがあってみたり。20キロです。20キロ。 6000円。普通だったら1万2000円です。生産者の顔が分かるでしょうか。野口農園地書いてあるけん。シャキシャキネギだから、出来たてのネギだから全然傷まない。利益追求の前にいいもの、美味しいもの、安全なもので余裕が出てきたけん地産地消とかね、時代に合った取り組みをしてきたですね。で一番の差別化は、この地域はうどんはレベルがものすごく高いけど、そばのレベルがものすごく低いんですよ。そば専門店はありますよ、だけどうどんとそばとやってるところで両方美味しいっていうところはほとんどないですよ。うどんは横ばいでもそばやったら差別化しやすいなということで石臼導入して、生産者から直接仕入れる体制を取った。
入れます。入ります。お願いします。いいですか。いいですか。入りました。だいたい20人前。これで。これ持ち帰る全部。持ち帰ります。今。とりあえず。一玉どのくらい250グラムかな。柔らかいけど火がある、ふっくら火があるっていうのを作るのを目指してる。弾力がこれがへっこんとかんと美味しくない。ここにスープが乗ると食べるときにこういううどんを作るのが難しい。でこれ湯がけてるか湯がけてないかっていうのはこう透明感になったらいい。これ透けて見えた。もうだいぶ透明。はい、ちょっと透けてます。透けて見えるでしょ。こうなったらもう大体 OK っていう合図。必ずざるそばにはうどんを1つつけてあります。一応うどん屋だから見た目もきれいになる。はい、お願いします。はい、すみません。孫がこんな小さい時から連れてきよって今もう30過ぎましたね。お蕎麦食べやすいねって美味しい、雰囲気もいいしですね。大週3回ぐらい今日。はい、そば湯ですね。いいよもう。いいよもう。天丼は大盛りじゃないんちゃうね。天丼。
はーい。はい。店さんのこういうところが好きとか、よく来られてる理由とかありますか？そばはここが一番美味しいんですよ。うん、喉越しとかね、本格的な感じで。4軒ぐらいあるんやけど、そばはここが一番美味しい。うどんも美味しいんですけど、そばいっちゃいますね、ここは。どうしても。あと、このわさびいなり。これが、ここしかないんで。鰹節の補充だけしといてもらっていいですか？はい、3番オーダー。いらっしゃいませ。お待ちくださいませ。はい、ありがとう。はい、カモです。はい。お願いします。予算テーブル1番。テーブル1番。はい。失礼いたします。お待たせしました。鴨そばですね。注文以上でいいですか？はい、ごゆっくりどうぞ。はい、お願いします。天丼両方。定食上がるやん。天丼両方ともセットです。カツ丼天丼です。は定食上がるやーい。ん。もうちょい。2枚です。はーい。冷やしの上手だからって。はい、定食のうどんです。
ー定食結構私いっぱい食べるんで、まあ、うどんだけじゃなくて丼物も行きたいなと思って。鮭定食。そうです。美味しいです。そこでもどうぞ。2名様入られます。うん、もうちょいで上がる。はい。天ざるです。はい。丼のうどんです。じゃあ天かすちょうだい。置いてきます。レディースセット、おうどんの具が選べますけども、エビ天で。はい。ごぼう天うどんの牛飯。はい、ごぼう天うどんと牛飯のセットですね。はい、以上でよろしかったでしょうか。はい、お待ちください。L いっぱいです。L いっぱいです。お願いします。これ2人前です。こちらがごぼう天うどんと牛肉のセットお待たせいたしました。はい、お願いします。あれ、お相手は？失礼します。レディーセットのエビ天うどんでございます。おはようございます。天井は上がった。定食2杯 L3 杯です。はい。はい。
はい、L のうどんです。L は座敷の4番です。あるある。テーブル一番3の分はざっとのセンタルはうどんつけなくていいとか。はい、定食のうどんです。センタルはうどんつけなくていいとか。はい。失礼します。定食ですね。お願いします。では以上でよろしいですか。どうもありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。出てきます。やっぱ美味しいからですね。まあ出汁もね、あっさりして美味しいし、麺も美味しい。エビマルチェンください。お待たせいたしました。小学生あたりからずっとね。あるところはあるし、この外側に。
そばでございます。どちらによろしいですか？お店にはよく来られるんですか？いや、今日が2回目です。コスパも良かったし、何より美味しかったし、もう一回来させてもらおうと思いました。天ぷらがサクサクして美味しいです。夏いける。来週どこ行ったかな。ご飯。はーい。たくさん牛めしすげえで。私は代わりに取ってやろうか。そう、今日授業参加。中学校来週やんね。松本さん以上でよろしいですか？お玉のうどんです。はい。
もう回していいですか？いいですよ。配達お願いします。
僕がなんだけど、僕は出れない。話してくれないけど、僕が出れない。はい、定食のうどんです。ヤング2つください。ヤング2つね。はい。ヤングの特盛り。ヤング特盛り。はい。もう大好きですね。このこういう感じ。もう大好物。それ量もあるし、安いし、美味しいし。それしかないもんね。黒スタートの。はい、すみませんです。はい、いらっしゃいます。はい。親に育ってもらって、まあ、そこでもいいね、思いはせず、いろいろとね。もうでも30何年でまあこれぐらい来る人もね。もともとがさ、そう。
ろんなお客さんとさ、それぞれの話を楽しんでさ、学生とかおったらさ、お前、真面目にちゃんと学校行っておけやって言って、ああ、何したっけね。世界で一番みたいなことは一緒に思って。お前、壁の前で言おうとしてさ、卵あるし、何百個あるおばちゃんみたいな。よし、今日も頑張るぞ。美しさとはそれすなわち正義である。裏の天気。お疲れっす。なんか適当に取ってください。意外と前はヤグの方も。
サラダはい。双子のニンニクを出して。I got it. I got it. 万歳に車が出ます。夜勤だったんですけど、はい、仕事終わって頼まれたのはどういったメニューを？マヨヤング、カリマヨです。超美味しかったです。また来たいです。ちょっと多かったですね。スタードの大盛り。スタードの大盛りね。はい。スタードの大盛り。並べて2つ。並べて2つ。あ、どうしたらいいかな。いっちゃおしめ。あいつら出るかな。これ見てるんですね。めちゃくちゃ近い。じゃあ。出ないね。野菜食べてでしょ。野菜亭で、はい。野菜亭ね。
若者向け。すいません。ヤング2つください。ヤング2つね。はい。俺1号になろうかな。やるじゃんやるじゃんやるじゃん。11かな。違う。はい、どうぞ。徳島。よく来られるんですか？休み以外の時は大体昼は来る。前に昼愛さんに来る時はね。ずっと来られる理由とかあったりされますか？やっぱり俺も聞きたいな。それ量もあるし安いし美味しいし、もうそれしかないもんね。ごめんね。赤鯛ホイコーロースタ丼大盛り。もう
帰りよろしく上がった大ちゃんお帰り黒スター味めちゃくちゃうまい。大好きですね。このこういう感じ。もう大好物。休みなしでこうやって調理されてるかなって、体とか大丈夫ですか？結構毎日こんな感じですか？毎日こんな感じやけど、まあ別に慣れちゃ慣れる。ただやっぱりちょっと風邪ひいてる時とかちょっとしんどいね。何年ぶりかなこれ。こんな感じ。ちょっと体調悪いの。ヤムの特盛り。ヤム特盛り。はい。今歩いてる。そこ通るぞ。はい、ヤング特盛りですかね。はい、どうぞ。ありがとうございます。の特盛り。特盛りですね。で、前大盛り頼んだ時に、はい、ちょっとなんか物足りない感じがあったので、それです。
はい、お待たせしました。それはわかるよ。誰でもできるやん。そういうそう。激辛真剣。あ、そう訪れるってこと？ししとうはいらんかね。ランベルム打った。玉ねぎは何個ぐらい使われるんですか1日3、40使うぜ。？3、40。L サイズはいいけど、これがさ、玉ねぎが高い時とか M サイズになっちゃったらこれが好きじゃないとやっぱなかなか長くはやれんね、仕事としてね。やっぱこう料理作ってね、みんなでワイワイ言って、それが一番楽しいんじゃないかな。大変なことはそれはいろいろあるよ、もちろん。いろんな仕事いろんな仕事っていろんな大変さがあると思うけど、でもそれってみんなの笑顔を見たらさね、なんかその疲れも飛ぶやろうし、お客さんに本当逆に笑顔もらって一生懸命仕事できてるって感じだね。いらっしゃいませ、ありがとうございました、またお願いしますって、なんかテンプレのあるような言葉を言うだけのお店じゃ嫌ないよね。まあ冗談も言えて、お客さんもわやわや話して、ね、お互いに楽しくやれたらそれが一番いいかなと思って。まあ結構楽しく楽しくやってるよ。楽しくやるからこそ長続きできるんじゃないこれが嫌々ながらただの仕事ってだけやったらさ、多分続かないです。続かないよ。こんな30何年もやってないよ。なんか一生懸命仕込み取ってくれてるんですけど。あと見てっつって。玉ねぎ終わったらさっさと上がってね。まだ絶対妥協せんよ。全部手書きで。一発書きや。ありがとうございます。じゃあ帰るけん。どうぞ。はい。7時頃起きたかな。もうね、夏場はね6時頃起きるんちゃうけど、
これは自分の普通の普段着だけ何枚か持ってるよ、黒が2枚と白が3枚ぐらい持ってるんですかね。でたまに自分はスポーツやってるんよ、で大会の時にこれ着ていってから出るって。何をされてるんですか？僕はウエイトリフト強くねえけど好きやけど、じゃあ70キロ練習ちょっともうちょっとすれば75ぐらいまで上がるかもしれんけど、4、5年前かな。これが36ぐらい始めた頃、21歳からしようかな。冬休み入って正月前とかも小学校の頃から手伝わされよったよ。ちょうどここら辺で飲み屋街やったよね。土曜日とか夜のね2時ぐらいまでしよって、で小学校高学年になったら2時ぐらいまで起きちょったんやね。こき使われやって親から好きやったんやろね、やっぱり食べ物商売っていうか商売こういうのがね、やっぱり食べて美味しいって言われた時はものすごく嬉しかったり、あとお客さんとの会話がこうできたりとかね。おはようございますもう80過ぎちゃってか81、もう1月が来たら82になる。ラーメン業界で何年だ？今で私20歳前からもうラーメン屋に働いてね。62、3年なのかな。ちょっとね。いいからね。よいしょ。ラーメン。あとは焼きそばは大きくね。ラーメンは小さく。火が痛いやろ。全部埋まって16人けど、もうこっちの座ももう空いて次に座るお客さんが2人しかおらんかったらもう2人だけでね相席させないからね。土日は結構お昼時になると待ってくれちゃうけどね、もうやっぱお店はイベントと違ってからお店の中が食べる席が開かないとこう回っていかんけんね。今から麺作ります。
の生地を固めるやつがあるよね。それ長崎から仕入れるんだよね。それともう水と。冬はね、どっちかというと夏場よりね、こね上がるのがちょっと時間かかるかな。だきまあ30分から40分ぐらいかな。ちょうどいいぐらいの。油しますね。自分の親の代からこんな打ち方やったね。だけど逆に他の製麺所とか機械の大きさとか機械の形にもよるんやけど、どういう打ち方しようんやろかな。元号やもんね。西暦じゃなくて昭和55年の4、5キロあるんじゃないかな。よっしゃ。大体いいね、太さが。こっちが焼きそば。右手が焼きそば、左手がラーメン。倍以上違うんじゃないかな。日田の特徴でラーメン屋さんで焼きそばが食べれるっていうのが面白いのかなと思ってる。もうなんか日田はそういう文化、物心ついた時からラーメン屋さんのメニューに焼きそば、ラーメン2本立てみたいな感じですよね。ちなみにラーメンと焼きそばだったらどっちが出るんですか？昔はラーメンでした。でも今は焼きそばが8割、8、2ぐらいかな。8焼きそば、ラーメン2ぐらい。塩って3級ラーメン。水道水やったら軽き臭い菌、浄水器つけて塩素抜いて、本当はね、日田の水でから日田天領水がいいっちゃうからね。
うならひょっとしたらお父さん今濡れてるやん、うん、ちょっと風に当てた方がね。いつも大きいカゴで切るけど昨日切ったんがあるきね、だけど今日少し亡くなって7、8年になるわ。いい人でした優しかった。髪やら全部染めてくれよって白髪を継いでくれた息子さんがいるじゃないですか、どうですか？いいよ、もう助かる。優しい。私男の子2人けどどっちも優しいきね、助かる。寒いと硬いって。仕事の体制に入ります。大盛り焼きそばと大盛り焼きそばの卵入り。了解です。ごめんなさい。骨いる？わ、すごい。すごい。ちょっと横見てしまう。麺ですかね。たまたまネットで見つけてめっちゃ良くて来てみました。大盛り結構量ないですか？うん、ありましたけど全然美味しかったから食べれましたね。ごちそうさまでした。すみません、ご迷惑おかけしました。いえいえ、またよろしくお願いしてきます。ありがとうございます。美味しかった。はい。はい、いらっしゃい、どうぞ。今日は何頼まれたんですか？生卵入り焼きそば。食べなさい。美味しいから。でも確かに美味しい。だから1年に2回ぐらい。いよいよ2、3回は。2、3回は食べる。この間はラーメンだったので。そう、ラーメンと焼きそば食べて半分にしたりとか。今日は焼きそば。美味しい美味しい。大丈夫。熱いんで気をつけて。はい、お願いします。
美味しいですよ。美味しいですよ。めっちゃいい。なんで美味しいんでしょうね。これほらちょっと焼き付けた部分硬いところと柔らかいところ。ごちそうさまでした。はい。あとごめんなさい。もやしラーメン。はい、上がります。これ前からいいよ。それは何盛りですか？大盛りだよね。大盛り、よく来ます。今月1回ぐらいですかね。美味しいです。やっぱりソースの具合とか、やっぱり店によっていろいろ違いますから、やっぱり一番ここが多いですね。チャーシュー麺の大盛り。はい、いらっしゃいませ。お一人ですか？一杯だけ持ってきて。器熱いんで気をつけてください。はい、いらっしゃい、どうぞ。うん。がカウンター78。はい、どうぞ。大盛りの卵入り焼きそばです。ラーメン上がり。すみませんで。
ピーターに住んでます。今日は少ない方です。いつもすごいです。ずらーっと並んでるので。土日はまだそうね。ね、並んでも食べたいですね。美味しいです。そうそう。サンキューさんはどちらかと言ったら、麺が結構しっかり焼いてあってしっかり味もついてるんだけど、すごい濃ゆいっていうわけでもなくて、食べたら後を引くような美味しさありますね。じゃあ焼きそば4つお願いします。焼きそば4つですね。焼きそば1つ。生卵入り焼きそばと焼きそばにね、ラーメンのスープついてますんで、気をつけてください。これとりあえず大盛りと。前からすみません。はうまいですね。なんかおこげみたいな、パリパリした焼きそばで。忙しいですね。お昼3時ぐらいまで多いよ。県内も多いよ。待ってくれて。市内の人はまた来ますし。近いきね。お店の創業はいつになるんですか？昭和45年の5月です。来てくれるお客さんを大事に、やっぱここがやっぱ自分の育ったとこやし、自分のお店やっていく中でやっぱお城やから、ここを拠点に外にも発信せないかんき、やっぱなんかいろんなイベントがあった時は、行ける時はイベントに行って宣伝して、で地元の人に食べきてもらえるような形が一番ベストなんかなと思ってるんですよね。北は焼きそば文化なんだ知ってもらえて、ああ美味しかった、あまたぜひとも食べきってきますって言われるようなお店作りしていきたいなと思ってます。お参りに行って帰りは必ず夜みたいな感じ。何軒かいろいろこらえ回ったんですけど、美味しいんですよね。結構味が良くて。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お願いしてきます。ラーメンはね、形に。はい、2番。今日は自分オリジナル自分の特製でチャーシュー麺ベースにキムチと生卵とトッピングしております。これにちょっとニンニクも入れたいんですけど仕事中なんでちょっといただきます。うまいですね。今度週4来てますね。近いんでもう。お店のどういうところが好きなんですか？やっぱもう味ですね。昔ながらの味と、昔は知らないんですけど好きな味です。いつものでって言ったら
これ作って頼みすぎて覚えられたんで。焼きそばかりんと日田の焼きそば屋さんが全部集まって日田の地元の水谷直美商店さんからね海産物屋さんと一緒に集まってからこうああでもねこうでもないこうで試食しながらこの味やったら、焼きそばの味に近いかなって見てからで日田焼きそばかりんとうちから、作ったんですよね。もうこれ作って何年になるかな7、8年ぐらいになるかなか10年ぐらいになるかもしれないね。こう浮いてきたらもう吸い上げて鉄板の上ではいどうぞ。こちら焼きそばの普通サイズです。はいどうぞお待たせしました。大盛りの卵入り焼きそばです。そうやろ。よかったですね。はい。ラーメンです。お待たせしました。はい、おにぎりです。前からすみません。